こんにちは、ジパング55のタカです。今私は長崎空港に向かっています。今回は長崎市内や市内近くのグルメ、長崎空港をたっぷりご紹介します。このチャンネルはホテル紹介を中心に日本の魅力をご紹介しています。少しでも楽しんでいただけたらチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは早速向かいたいと思います。まず最初にご紹介するのは龍馬通りです。龍馬ゆかりの地、亀山車中跡を経て風頭公園へ至る石段交じりの坂道です。坂本龍馬をはじめとした亀山車中の同志たちがどこへ行くにもこの通りを上り下りしていたという道筋は現在龍馬通りと呼ばれ地域の人々に親しまれています。長崎駅からは電車で20分ほど、坂の上まで登ると30分ほどかかります。道の途中には長崎市が設置した海援隊メンバーの説明板などがあり、ところどころに休み石が置かれ、風景をゆっくりと眺められるように配慮されています。少し坂が急で、階段も多いので、歩くのは少し大変かもしれません。眺めが綺麗な場所もあり、綺麗な写真が撮れそうですね。坂の上には龍馬の像と通り名がありました。坂の途中には坂本龍馬とその同志20数人により結成された日本初の商社兼施設海軍の亀山社中の建物があります。今は記念館として博物館になっています。それでは中に入ってみたいと思います。料金は大人310円でした。中には坂本龍馬が当時使用していた品物のレプリカが展示されています。レプリカですが、迫力がありますね。本物の書物なども展示されてましたが、撮影はできませんでした。長崎市には坂本龍馬のゆかりの地を示した地図もあり、回って観光してみてもいいですね。続いてご紹介するのはオランダ坂と格子寮です。長崎駅から電車で30分ほどの距離にあります。オランダ坂は洋風住宅が立ち並び、異国情緒あふれる東山手地区にある石畳の坂です。江戸時代、日本で唯一貿易が行われていた長崎では、出島に住むオランダ人の影響で、開国後も東洋人以外の人をオランダさんと呼んでいました。そのため、当時オランダさんが通る坂という意味で、外国人居留地にある坂は、すべてオランダ坂と呼んでいたと考えられています。今では洋風の建物を見ながら、異国情緒を味わうことができます。オランダ坂の近くには格子寮もありました。長崎格子寮は、論語で知られる儒学の祖、孔子の遺品を納め、祀ったのが始まりです。1893年に中国清朝政府と華僑によって建造され、その後幾度かの改修を経て現在に至ります。脇には、論語の文章が書かれていますね。国内最大の孔子座像を祀る大聖殿や、一つとして同じ顔のない72賢人の石像は圧巻です。彩り豊かな極彩色で、中国建築様式の伝統美極まる屏風は、なかなか日本では体験できない建物ですね。併設の中国歴代博物館は、北京故宮博物院をはじめ、中国各地の博物館が所蔵する国宝級の貴重な文物を常時展示しているそうです。中国の伝統芸能であり、その仕掛けは国家機密とされる変面ショーも見ることができます。長崎格子寮には2名の変面師が所属しており、イベントなどでその伝統を披露しているそうです。時間が合えば、ぜひ見学してみてください。続いては、大浦天主堂です。
長崎駅から30分ほどの距離にあり、孔子廟からも歩いて向かえます。ここからの写真はよくガイドブックにも載っていますね。大浦天主堂は、幕末の開国に伴って造成された長崎居留地に建てられた中世ヨーロッパ建築を代表するゴシック調の教会です。現存するものでは国内最古となります。中は撮影できませんでしたが、ステンドグラスなどがあり、綺麗な教会でした。近くの建物では日本のキリシタン弾圧の歴史などが展示されていました。日本の歴史の教科書でも習いますが、絵などを交えて紹介していたので、なかなか生々しかったですね。日本の歴史も学べるので、ぜひ訪れてみてください。大浦天主堂の近くには、カステラが有名な文明堂がありました。中には抹茶味のカステラなどいろいろありました。長崎はカステラが有名で、いろんな場所で販売していますね。四海楼という長崎ちゃんぽんのお店もあります。ちゃんぽんは中国福建省出身の初代陳永順さんによって考案されました。たくさんの人に食べてもらいたいという思いから商標登録を行いませんでした。今では全国に広まり、大衆麺料理となっています。ここは聖地として多くの人々に愛され続けている長崎を代表する老舗です。飲食店とは思えない建物ですね。近くにはグラバー園やお土産店が集まったエリアもあります。観光がてらお土産を購入するのもいいかもしれませんね。長崎駅近くには出島もありました。徳川幕府の命により築造された人工の島が出島です。1636年に完成し、約200年もの間、日本で唯一開かれた港として、日本の近代化に大きな役割を果たしていました。2017年には、出島表門橋が完成し、昔と同じように渡って出島に出入りできるようになりました。それでは長崎駅から九州新幹線で、うなぎで有名な諫早市にある福田屋といううなぎ屋さんに向かいたいと思います。2022年に西九州新幹線が開通したことで、福岡、長崎双方のアクセスが良くなりました。福岡まで3200円で行けるようになり、アクセスがすごく良くなりましたね。長崎駅からはうなぎ屋さんまでは新幹線を利用して50分ほどです。新幹線の中にも諫早市のうなぎが展示されていました。諫早市では江戸時代に市内を流れる川で良質なうなぎが取れたことからうなぎ料理が名物となっています。身と皮をふっくらと仕上げたかば焼きを冷めにくいように楽焼きの器に盛り付けて出すことで知られています。諫早駅は思っていた以上に立派な駅でしたね。今回は諫早市でも老舗のお店福田屋をご紹介します。創業数百年で皇室御用達のうなぎ屋さんです。ミシュランガイドにも掲載されたことがあるそうです。諫早駅からは電車かバスで向かいます。車両も少なく地元の電車といった感じですね。電車は30分に1本なので注意が必要ですね。こちらが福田屋です。文久3年創業の老舗で、栄町アーケード内にある店舗は昭和4年に建てられたそうです。予約は受け付けておらず、店内で待つしかありません。私は2時間ほど待ちました。休日は早めに来ることをお勧めします。丼と定食があり、諫早の有名な楽焼きの器は定食で提供しているようです。今回は上うなぎ定食にしたいと思います。うなぎの一品料理もあるので、お酒のおつまみにもちょうどいいですね。店内は木組みで歴史を感じますね。結構広く、お客さんの人数も多かったです。これだけの人数が一度に入れるのに、
2時間待つのは驚きですね。入り口は商店街側と駐車場側があります。駐車場側は池などもあり、雰囲気がとても良かったです。お茶は日本茶を提供してくれました。うなぎは注文してから15分ほどで提供されました。こちらがうなぎです。とても美味しそうですね。一緒にうまきも注文しました。うまきは熱々の卵で美味しかったですね。うなぎをご飯の上に乗せて、タレをスプーンでかけて食べます。器は空洞になっており、そこには熱いお湯が注がれているため、うなぎをいつまでも温かく保つことができます。うなぎが冷めないように器が工夫されているのは面白いですね。うなぎはふっくらしていて、とても美味しかったです。高知でご紹介したうなぎは、パリッとしていましたが、こちらはふっくらしているタイプのうなぎでしたね。皇室御用達だけあり、食べに来る価値がありました。夏場はお客さんも多く、1日で350匹のうなぎを焼くそうです。これだけ混雑していると、その数もうなずけますね。上うなぎ定食で4000円しますが、また食べたくなるお味でした。新幹線の開通でアクセスも良くなりましたし、車の場合も駐車場を完備しているので、ぜひ立ち寄ってみてください。それでは最後に長崎空港をご紹介したいと思います。海を埋め立てて作った空港で、空港までは車もしくはバスで移動します。1階に到着エリアがあり、2階に出発ロビーやお土産店、レストランがあります。お店の数も多く、充実していそうですね。長崎空港からは各所にバスも出ているので、便利だと思います。長崎市内は南方面、佐世保やハウステンボスは北部方面です。長崎は観光スポットが多いですが、場所が少し離れているので、移動に時間がかかってしまいそうですね。五島列島などの離島も多いので、そちらも訪れてみたいですね。長崎市内方面行きのバスは、本数が多いと思います。片道1300円ほどです。レンタカーカウンターもあり、レンタカー移動でもいいかもしれませんね。ただ長崎市内は道が細い場所が多いので、市内観光するのであれば、車はない方が便利かもしれません。1階には簡単なレストランなどもありました。メニューは充実してそうですね。それでは出発ロビーも見てみたいと思います。2階にはお土産店が多く入っています。長崎名物の角煮まんを販売していました。種類も多く、いろんな味が販売していますね。豚まんなどもあり、どれも美味しそうです。名物の長崎ちゃんぽん、お茶、五島うどんなども販売していました。他にもスナック菓子やかんころ餅、カステラもありました。お土産は充実しているので、空港で購入してもいいかもしれませんね。それでは施設を紹介したいと思います。スターバックスもありました。地方空港の中にスターバックスがあるのは珍しいですね。一定ステータス以上のカードを持った人が利用できるラウンジもありました。搭乗エリアの前にあるので、移動時間は注意が必要ですね。マッサージチェアのエリアもありました。部屋一室が利用エリアになっているのは嬉しいですね。展望エリアでは子供が遊べる場所や鐘などが設置されていました。飛行機もよく見えるので、ここで時間を過ごしてもいいかもしれませんね。それでは最後に長崎ちゃんぽんを食べたいと思います。長崎ちゃんぽん屋さんはありませんでしたが、レストラン内で提供していました。ボリュームもあり、美味しかったですね。長崎ちゃんぽんは、先ほどご紹介した通り、長崎県発祥の料理で、当時お金のない学生にたくさん野菜を食べて、お腹いっぱいになってほしいという願いから考案されたそうです。長崎に来たらぜひ食べてほしい一品です。それでは今回の長崎観光、いかがだったでしょうか。見どころが多く、
料理も異国情緒に富んだものが多かったですね。魅力あふれる場所だったので、また訪れたいと思います。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価いただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。